どうも皆さんこんにちは、みちのりです。今回の動画では、現在52歳の一般サラリーマン男性が2023年3月から9ヶ月間、積立 ISA で投資を行った際の運用成果や内容、値動きとうまく付き合いながら行う運用方法についてお話しします。50代以上の皆さんはもちろん、20代から40代の世代の方でも、この動画までたどり着かれたような方は、ご自身の将来を真剣に考え、金融リテラシーを高めようと考えておられると思います。この方の背景は、現在イギリスで海外駐在をされている52歳の男性で、奥様と2人暮らしをされており、日々の生活での節約で貯金された余剰資金を投資に充てています。これまで日本の個別株の経験は15年ほどありますが、人生100年時代と呼ばれる中、本格的に資産形成を進めるにあたり、長期投資を今年から始めました。始めるにあたって、日本の SBI や楽天証券の口座は開設できませんので、NISA のお手本となったイギリスの ISA の口座を、手数料が最も低く、6000銘柄以上の銘柄を選定可能なフリートレードと呼ばれるネット証券で開設しております。52歳からしかも海外で投資を始めるのはどうなのか、投資は若い人が始めるものではないかと思われる方も多くいらっしゃると思います。しかし現在の日本ではこの男性のように50代、60代から投資を始められる方が多くいらっしゃいます。その背景としてやはり物価上昇が大きな要因に挙げられます。現在生鮮食品、ガソリン、光熱費などの身の回りの製品の物価上昇を肌身で感じられていると思います。特にロシアのウクライナ侵攻以降の電気代は2倍以上に上昇していて、身の回りには暖房をつけずに冬を越そうとされている方が多くおられるそうです。日本の民間企業では55歳より役職定年になり、収入は2割から3割減少することが多く、このような物価上昇が重なれば、普通預金や定期預金ではその上昇分を補うことはできず、生活が毎年毎年苦しくなりますので、投資をして儲けようではなく、今の資産を守るという意味でも年齢にかかわらず投資を始められる方が多くいらっしゃいます。多くの運用初心者の方がリスクを抑えながら投資する方法の一つとして、永久的に税金のかからない日本の NISA やイギリスでは ISA の積立投資がおすすめです。この動画ではこの男性の実際の運用実績や積立投資のお役立ち情報を説明しますので、ご参考にしていただければ幸いです。動画の内容ですが、現在の投資状況を説明してから価格の変動での心の動きや葛藤をお伝えし、株価の変動が気になって投資に踏み出せない場合の対処法を紹介していきます。それではこの男性の運用結果をご覧ください。期間は2023年3月から9ヶ月間積み立てをした結果、合計2万ポンド、日本円で360万円投資し、現在の評価額は2万1341ポンド、日本円で384万円となっております。この9ヶ月間の間の含み益は1341ポンド、日本円で24万円で、約 6.7% の利益を得ることができています。この方は年間の非課税限度額の2万ポンド、日本円で約360万円の枠に満額投資できるように、毎月1000ポンドから2000ポンド、日本円で18万円から36万円の分割投資をしています。しかし、23年の物価上昇、インフレ率は現状、日本が 3.2%、イギリスが 7.6% ですので、6.7% の利益では物価上昇分の全ては補えてはいませんが、1年目から銀行の普通預金や定期預金の利息とは大幅な差が出てきていますね。次に投資した銘柄と含み益について説明します。こちらは実際のフリートレード証券の投資銘柄と運用内容の画面です。 ETF は8銘柄、アメリカ個別株に7銘柄、合計15銘柄へ投資しています。少し見づらいと思いますので、こちらのチャートに主な保有銘柄の結果をまとめてみましたのでご覧ください。
インベスコナスダック100の評価額はプラス 15.18%、 FTSE インディアの評価額はプラス 12.86%、 FTSE オールワールドいわゆるオールカントリーの評価額はプラス 6.57%、 MSCI ヨーロッパの評価額はプラス 3.21%。 このようないろんな銘柄を持つことも地域によって異なる値動きをすることがありますので、リスクを抑える対策の一つです。日本で住んではる方にはこんなヨーロッパの話なんて関係ないのと違いますか？確かにおっしゃる通りですが、基本的に株価に連動するインデックス指数は世界中で同じですので、日本での類似銘柄をこちらに記載しておきますのでご参考ください。先ほど物価上昇インフレのお話をしましたが、ここに23年の物価上昇率を確認しておきます。この方の住んでおられるイギリスの23年のインフレ率は 7.6%、 日本は 3.9% です。ここに賃上げ率を加えてみます。イギリス23年度の賃上げ率は 7.6% です。それに対して日本は 3.6% で、インフレ率より 0.3% を下回っています。最もリスクの少ない預金の金利を確認していきます。イギリスの23年度の定期預金の金利は 0.3%、日本は 0.002% です。ただし、賃上げ率はあくまで統計的な値であるために、この男性のお勤めの会社や全ての企業に当てはまるものではなく、事業やお店をされている方には当てはまりませんので、ご自身の資産を防御するためにも、無理のない金額の範囲で投資に充てることが重要と思います。ここからは価格の変動が気になって投資に踏み出せない方にどのようにリスクを抑えながら運用すべきかの対処法をお話しします。まずリスクを抑えるために今回の投資で行った方法は大きく3つあります。1つ目は投資する地域を分散する。2つ目は毎月の積み立てで時期を分散する。3つ目はポートフォリオの投資比率を意識する。これらの3つを詳しく説明していきます。まず1つ目が投資をする地域を分散するということです。この方の投資を地域別に分けてみますとこのようになります。アメリカ企業への ETF と個別株へおよそ半分の 50%、インドへの ETF へ 25%、ヨーロッパ ETF へ 15%、日本のコア企業に連動する ETF へ 7%、その他 7% となっています。地域が変わると値動きが変わってきますので、一部の銘柄が下がっていても他の地域の銘柄が上昇していれば、その下落を補えることと、いろいろな銘柄の値動きを実際に観察することで、自信のある最適なものを追求していくことができます。2つ目はリスクを抑える方法は積み立てをすることです。投資は一括で購入する方法と、この方のように年間投資額を分割で購入する方があります。どちらにもメリットとデメリットがありますが、投資初心者の場合はこの方のように積み立て投資が良いと思います。値動きもそうですが、アメリカやヨーロッパなどの外貨へ投資する際は為替変動のリスクを抑えることができます。投資に慣れてきて余剰資金を準備しておき、株価が安くなっている銘柄へ一括投資することは有効になります。最後に銘柄ごとの投資比率を意識することが非常に大事ということです。この方は大きな利益を狙い、アメリカの個別株への投資もされていますが、個別株は10倍になったり大きな利益が得られる可能性がある一方で、その一企業の業績により大暴落し、株券はただの紙切れになってしまう大きなリスクが潜んでいます。そのために全体の投資額に占める1銘柄の投資割合はポートフォリオを2から 4% 以下にすることを意識しています。実際のこの方の保有しているアメリカの個別株は7割以上暴落している銘柄が少なくないようです。個別株に挑戦するのは全銘柄が半分以下になっても動じない精神的な覚悟と、1銘柄 4% 以下のポートフォリオルールを徹底することが重要となります。株式投資の精神的な心得について、
少しこの方の経験談よりお話しします。この方は日本の自社株含め生命保険株などの個別株を家族のおすすめで100株単位で購入されて、株価の動きに敏感に反応し売買を繰り返されていたそうです。時には大きな買い物の時に手元に現金がないと株式を現金化したりして大きな損失が出たことも少なくなかったとのことです。世界で株価を動かしているのは機関投資家と言われるいわゆるプロの集団が8割を超えていると言われています。その中で投資初心者がタイミングを見て売買を繰り返し利益を得ようというのはほぼ不可能であり、時間の無駄であることを理解することに努め、インデックスファンドという最強の分散投資商品へタイミングを図らずに自分のリスクの許容範囲内でコツコツと資産運用することで、10年後、20年後に大きな差になって現れる事実を、過去の株式の歴史を勉強することで、この方の若い時のような下落時の狼狽売りを避けることができます。多くの個人投資家の心の支えとなっているインデックス投資に関する著書を紹介します。これから投資を始めようと思われている方や、自身の投資方法に迷いが出た時におすすめの定番になっていますので、時間の許す限り読んでもらえるとよろしいかと思います。本日はここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。これからも皆様の投資ライフの一助となれるように動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それでは次回動画でまたお会いしましょう。バイバイ。